闇の中の綱渡り。琴野一郎くんは何とも言えない恐ろしい夢を見続けていました。その夢のおしまいには、真っ暗なところに一りぼっちで立っていますと、帆船のへさきについていたあの木彫りの怪物が耳まで裂けた口を開いて一郎くんに飛びかかってくるのです。そして肩のところをガブッと食いついたものですから、わっと叫んだ拍子にふと目を開きますと、それは夢だったことがわかりましたが、ちょうど怪物が食いついた肩の辺を誰かの大きな手が掴んでいるではありませんか。おやと思って見上げますと、すぐ頭の上に恐ろしい人がしゃがんで、一郎くんの顔を覗き込んでいました。それは青い絹の上着を着て、同じ絹のダブダブのズボンを履いた、顔中ひげだらけの大男でした。まるで五月登りの正気様みたいな恐ろしいやつです。その大男が獅子の吠えるような声で喋っているのですが、何を言っているのかさっぱりわかりません。日本語ではないのです。はははははは。おいおいチンピラ。何をキョロキョロしているんだ。そのお方はこの船の船長様だぞ。お前たちが可愛い顔をしていると言って褒めておいでなさるのだ。声に驚いてその方を見ますと、例の水府長という男が部屋の戸口に立ちはだかって、さもおかしそうに笑っているのでした。あ、それじゃあ、ここはあの3本マストの帆船の船室なんだな。と、やっと気がついて、後ろを見れば、前田君と西川君の2少年も、今、目を覚ましたばかりと見え、ぼんやりした顔で隅っこにうずくまっていました。部屋が嫌に薄暗いと思ったら、もう夜になったのでしょう。一方の壁にかけてある妙な形の石油ランプが赤茶けた光を放って、ゆらゆらと左右に揺れているのです。あ、僕たち眠っていたんですか。変だな。どうしたんだろう。でも、もう帰らないと叱られます。さあ、たもつくん、哲夫くん、早く帰ろう。一郎くんがそう言って、よろよろと立ち上がりますと、ひげむしゃの大男と水府長とは、声を揃えてゲラゲラと笑い出しました。なははははは。帰るって、どこへさ。海の中へかい。え、海の中ですって。一郎くんはなんだかぎょっとして思わず聞き返しました。ははははは。まだわからないのかい。この船はもう港にはいないんだぜ。走っているんだ。見ろ、この揺れることを。広い広い海の中を走っているんだ。三少年はそれを聞いて、はっと顔を見合わせました。なるほど、言われてみれば、エレベーターにでも乗ったように、スーッと下へ下がっていくかと思うと、ふわっと上の方へ持ち上げられるような気がするのは、確かに船が波を乗り越えて進んでいる証拠です。耳を澄ませば、ザブンザブンと船旗を打つものすごい波の音も聞こえてきます。壁のランプが妙に揺れていたわけもすっかりわかりました。おじさん、なぜです？なぜ船を出してしまったんです？僕たちどうすればいいんです？一郎くんは真っ赤な顔になって二人の大人を睨みつけました。はははははは。今さらいくらわめいたって泣いたってダメだよ。お前たちは今日からこの船のボーイを務めるんだ。コックの手伝いをして皿を洗ったり、ごちそうを運んだり、それからそっちの一番小さい可愛いの。お前は船長様の部屋付きボーイにしてやろうとおっしゃるのだ。ありがたく思うがいい。嫌です。僕たちは東京の小学生です。ボーイなんかになるのは嫌です。船を戻してください。ははははは。感心感心。お前はなかなか負けん気の小僧だね。だが、もう東京へは二度と帰れないんだ。シナにはね、お前たちぐらいの子供を飼いたがっている親分がたくさんいるんだぜ。そして、立派な泥棒や軽業師なんかに仕立ててくださるんだ。しばらくこの船で働いた上、
お前たちはその親分に売られるんだよ。チンピラだってバカにはならねえ。なかなかいい値に売れるんだからね。水府長は肉々しく言い放って、ひげの船長と顔を見合わせ、またゲラゲラ笑うのでした。読者諸君はもうお気づきになっているでしょうが、この奇妙な帆船は海賊船だったのです。日本人が海賊などするはずはありません。シナ人です。ひげの船長というのが賊の首領で、30人ほどの手下が乗っているのですが、みんなシナ人なのです。水府長と名乗る男も実はシナ人なのですが、子供の時日本に育って、シナ人とはわからぬくらいうまく日本語を話すものですから、三少年はその巧みな日本語につい騙されてしまったのでした。この海賊船は南シナ海から南領東インド諸島や南洋の島々にかけて荒らし回り、自分より小さい速力の鈍い船と見れば襲いかかって、乗客の持ち物や積み荷を奪い取り、ジャパ、ボルネオの不正商人にそれを売り渡して、恐ろしいお金儲けをしているのです。そういう荒仕事をする船ですから、なかなか武器も揃っています。乗組員は皆一丁ずつ小銃と青竜刀を持っているほかに、船の底に機関銃が2丁も隠してあって、いざという時にはそれを看板に持ち出して、相手の船を撃ちまくるのです。人の命を取ることなど何とも思っていない鬼のような悪者どもです。三少年は入ってはいけない桟橋などをうろうろしていたばかりに、実に思いもかけぬ恐ろしい運命に陥ってしまいました。それから1ヶ月ばかりというもの、昼は鬼のような奴らに追いつかわれ、小突き回され、夜はお父様お母様のことを思っては枕を濡らしながら、言うに言えない悲しい恐ろしい朝晩を送り迎えたのでした。ある時は大嵐にあって、看板に襲いかかってくる小山のような波に、いよいよ死ぬのかと三人が抱き合って、東京のお母様の名を呼び続けたこともありました。またある時は、海賊船が小さな汽船を追跡して、機関銃で脅しつけ、荒くれ男どもが青竜刀を振りかぶって相手の汽船に乗り込んで行き、乗組員を片っ端から縛り上げて、積み荷をどしどしこちらの船へ運ぶという、戦争のように血生臭いありさまを見せつけられたこともありました。その恐ろしさ、気味悪さ、それらの出来事を詳しく書き綴れば、それだけでも一冊の本ができるくらいなのですが、残念ながら今はそれを記している暇がありません。なぜと言って、かわいそうな3人の少年は、その後で、海賊船での出来事などよりは、もっともっと不思議な、恐ろしい、魂も消えるような目に遭わなければならなかったからです。そして、その世にも奇怪な冒険談をお話しするのが、この物語の本筋だからです。少年たちは海賊船の虜になってからというもの、この船がどこかの港へ寄港するのを一縷の望みにしていたのですが、賊も去るもの、船が港に近づくと3人の少年を、最初、麻酔薬を飲まされた小部屋へ押し込めて、ドアに鍵をかけてしまうのでした。そして、船が用事を済ませて港を離れるまで、決して外へ出してはくれないのです。救いを求める望みは全く絶えてしまいました。この上は海賊船を逃れるためには、海へ飛び込みでもするほかはありません。3人の少年は海や船が好きなだけあって、泳ぎはよくできるのですが、港に遠い荒波の中へ飛び込んで、どう泳ぎ切ることができましょう。そんなことをすれば、ただ不可の餌食になるばかりです。でも少年たちは、どうにかして賊の船を逃れたいと、昼も夜もそのことばかり考えていました。人のいない隙を見ては、3人が額を寄せて、ひそひそとそのことばかり相談していました。すると、長崎を出て、一月ほど経ったある夜のこと、思いがけぬ機会が来たのです。非常な冒険をすれば、ひょっとしたら、
逃げ出せるかもしれないようなたった一つの方法を発見したのです。その時、海賊船はオランダ領セレベス島のメナドという港に入って、盗みためた荷物を巧みに売りさばき、しこたまお金を儲けたのですが、そのお祝いだというので、港の酒場でたらふくお酒を飲んだ上、夜になって出版してからも、船の中でまた酒盛りを始めるという騒ぎでした。そんなわけで3人の少年は、船が港を出るか出ないに、もう監禁の小部屋から引き出され、酒盛りのお給仕などをさせられました。ところが、そうして忙しく働いているうちに、3人の中の一郎くんの姿がどこかへ見えなくなりましたので、後の2人の少年はどうしたのかと心配していますと、やがて一郎くんがどこかから帰ってきて、向こうの入り口からそっと2人を手招きするのです。酒盛りの真っ最中で皆夢中になって飲んだり歌ったりしているのですから、誰も気がつくものはありません。少年たちは料理場へ行くような顔をして、こっそり部屋を抜け出しました。一郎くん、どうしたの？君の顔、真っ青だよ。狭い通路を看板への上り口まで来たとき、前田保くんがそっと尋ねました。君たち、決心したまえ。逃げるなら、今だよ。一郎くんは二人の手を握って激しい息遣いで言いました。え？逃げるって？うん、逃げるんだよ。僕は今、看板へ上がって見てきたんだけどね。看板にはダッシュ一人っきりしかいないんだ。それにね、うまいことがあるんだよ。ボートが共につなぎっぱなしになっているんだ。オールもちゃんとついている。あいつたち酒に酔っていてめんどくさいものだから、ボートを船にあげなかったんだよ。え、本当かい？じゃあ行ってみよう。三人は階段を登って看板に出て、ダッシュに気づかれないように注意しながら、物の影を伝って船尾にたどり着きました。暗い海を覗いてみますと、いかにも一艘のボートが船尾につながれて、親船の4、5メートル後ろからガクンガクンと首を振るように揺れながらついてくるのです。風は静かで、波というほどの波もなく、空には砂をまいたような星の光。メナド港の方角を見れば、まだ港の灯火が、空の星とは違った色でちらちらと見えています。幸い、船の速度が鈍い上に、天候といい、港からそれほど遠くないことといい、おまけにボートまで揃っているのですから、こんな良い折がまたとあろうとは思われません。綱渡りをするんだね。うん。でも、ぐっと手繰り寄せれば3メートルぐらいの長さだよ。わけないよ。ただ、決心さえすればいいんだ。3人の中では一番強胆な一郎くんが、他の2人を励ますように言いました。よし、やろう。じゃあね、僕、みんなの帽子と上着を取ってくら。制服制帽でなくちゃ、南洋の土人に対しても幅が利かないからね。前田保くんは学校でも評判の茶目子でした。こんな命がけの場合にも日頃のたしなみを忘れないところ、さすがは茶目のターコーだけのことはあります。保くんは他の2人が見つかると大変だからと止めるのも聞かないで、リスのように闇の中を走っていきましたが、5分も経たないうちに3つの帽子と3枚の上着と、それからなんだか大きな白い袋を抱えて帰ってきました。その袋は何？いいんだよ。何でもないんだよ。保くんはなぜかその袋を隠すようにしています。そこで3人が手早く上着を着て、さて、ボートへの綱渡りをしようと身構えたとき、突然後ろに物音がして、人の息をしているような気配を感じました。ぎょっとして振り向きますと、なんだ、それは人間ではなくて、一匹の犬でした。海賊船に飼われているブチのポインターで、この一月の間に三少年にひどく懐いてしまっていたのです。それを見て、茶目の保くんが何か思いついたらしく、他の2人の腕を掴んで言いました。
ねえ君、こいつも連れてってやろうよ。こんなに懐いているのを残しておくのはかわいそうだよ。それにこいつだって海賊船なんかにいるよりは僕たちのお供がしたいんだよ。ほらね、こんなに体をすりつけてくるじゃないか。これには一郎くんも哲夫くんもすぐ賛成しました。寂しい異郷の空で、たとえ犬一匹でも仲間の多いのは心丈夫というものです。じゃあ僕が一番乗りだよ。勇敢な一郎くんがボートの綱をできるだけ引き寄せて手すりにしっかり縛り付け、ひらりと身を躍らすと、その綱を伝ってスルスルと降りていきました。学校の鉄棒で鍛えた腕前です。次には哲夫くん、それから保くんが差し出す犬を下の二人が苦心をして受け取り、最後に保くんが例の得体の知れぬ白い袋を首にくくりつけて珍妙な格好で滑り落ちてきました。じゃあいいね、綱を切るよ。一郎くんは小声で言ってポケットから愛用のジャックナイフを取り出すと、それでボートの引き綱をぷっつりと切断しました。こうして三人はとうとう目的を達したのです。でもボートに乗り移っただけではまだ安心はできません。船を離れないうちにどんなことで海賊どもに見つからぬとも限りませんし、たとえ無事に逃げ出すことができたとしても、港までは相当の距離があるのです。真っ暗な海、はるかはるか向こうにチラチラしている港の灯火。それも日本の港ではありません。南洋の未開の島の寂しい寂しい港です。子供の腕でこの海が果たして漕ぎ通せるでしょうか。にわかに嵐が起こるようなことはないでしょうか。そして恋でも恋でも港から遠ざかるばかりというような恐ろしい目に遭うのではないでしょうか。ああ、なんだか心配です。三少年の運命はこれから一体どうなっていくのでしょう。